はいどうもこんにちは、シュール先輩と申します。先日秋葉原にございます戦国伝承さんに行ってまいりまして、前々からちょっと気になっていたボタンを見つけましたのでレビューしていきます。こちら戦国伝承さんの紙袋でございます。開けていきましょう。想像してた開き方と違いましたけども、まあこんな感じということで、今回ご紹介したいのはですね、この白いボタンはちょっと出払ってもらいまして、今回ご紹介したいのはこちら、クワンバグラビティ KT でございます。先日自作したこちらのレバーレスアケコン、こちらに使ったのがクワンバのグラビティ KS と言われるものでございます。こちらのクワンバグラビティ KS の後継機新世代バージョンがこちらの KT でございます。こっちのね KS に関しては独特なスコスコ感のある非常に押していて心地のいいボタンでございました。購入した KT はこちらの 24mm サイズを4つと 30mm サイズが2つの計6個でございます。軽い気持ちでね、あるじゃん、よっしゃ買おうと思って6個手に取ったら5100円しました。1個850円です。塵も積もればなんとやらというのがこのことと、購入したらですね、こちらの何に使うんやらなパーツ道具も付属してまいりました。で早速袋から取り出していきましょう。ということで開封いたしました。今回はねこちらクリアレッドの色を購入させていただきました。 KT 詳しく見ていくこととしましょう。こちらのグラビティ KT なんですけれども、なんとね押し込みの深さを変えることができる新機構を導入したボタンとなっています。でその押し込みを簡単に変えることができる道具がこの水色の吸盤ですね。吸盤になっています。こちらのクワンバグラビティ KT、 ボタンの縁にね1本2本3本と線が入ってるのが分かる通り、これローマ数字表しています。123でございます。つまり3段階ストロークの高さを選ぶことができるというわけでございます。ちなみになんですけど、1がライト最短ストローク、2がミディアム中間ストローク、3がヘビー最大ストロークという形になっております。こちら現在はボタンを上から見てもらうとうっすらなんか矢印じゃないですけど見えるのがわかるでしょうか。ここ今3の方にねなんか突起みたいなのが3の方向に向かっているのがうっすらと確認できるかなというふうに思います。なのでこちら今最大ストロークとなっています。でこちら KT 高さを変える場合はですね、こちらの購入時に付属した吸盤みたいなのを使って押し込みながらグイッと回す、押し込みながら回すことによって高さを変えることができます。じゃあ試しに3から2ミディアム中間ストロークに変えてみましょう。吸盤を貼り付きました。吸盤を押し込んで回すと、こちらボタンの内側の突起が3から2に移ったのが見て取れるかと思います。これがミディアムの高さでございます。こちら右が3番ヘビーの1、ヘビーのストロークになっている KT、 左が2ミディアムのストロークになっている KT でございます。若干高さが低くなったかなというのが見て取れるかなと思います。じゃあはたまた1にすると、これを押し込んでどうもねここのキャップの引っかかりの部分がずれ込むことによって高さを変えてるみたいですね。ということでストロークが1になった状態でございます。3と比較するとこれはもう一目瞭然ですね。右がストローク1ライト最短ストロークになったグラビティ KT、 左が3ヘビーのグラビティ KT でございます。全然もう高さ変わってますね。押した心地も浅くなったなっていうのが結構手で感じ取れるようなものとなっております。ではストロークの高さを実際に測ってみたいと思います。じゃあまずこちらの 30mm のボタンで実測してみましょう。まずはクワンバのグラビティ KS の方から。測り方はそんな細かく実際の数値にはちょっとなりにくいと思うんですけど、こちらのノギスで挟んでやっていきたいと思います。だいたい固定できたので押し込んでみるとグッと押し込んで 2.5mm ぐらい、ちょっと力緩めて 2mm ぐらい、2.1 から 2.5 ぐらいって感じですかねのストロークであることが分かりました。ではこちらクワンバのグラビティ KT、実測していきたいと思います。まずはヘビーの方からいきましょうか
かね。こちらヘビーのストロークにしたグラビティ KT でございます。では押し込んでいきます。はい、押し込んで力緩めると 2.7 ぐらい、押し込むと、3.6 とか 3.5 とかいくような形ですので、だいたい3ミリアベレージぐらいですかね。グラビティケースが 2.5 とかだったのでプラス 0.5 ミリぐらいになっているような状態でございます。続いてミディアム。はい、ミディアムに変更しました。測っていきたいと思います。押してみると、力入れて3ミリ、緩めて 2.4 ミリぐらい、やっぱり 0.5 ミリ差ぐらい段差があるような感じですかね。ミディアムでグラビティケースと同じぐらいっていうところがなんとなく分かったかなと思います。では続いてライト。はい、押し込み。はい、力抜いて 1.7、 力入れて 2.3 なんでだいたい2ミリアベレージぐらいですかね。ということでグラビティの KT に関しては、3ミリから2ミリ押し込み可変できるような状態となっていて、ミディアムとケースが同じぐらいということがなんとなくの数値で分かってきたかなというふうに思います。で、試しに 24mm も測ってみるか。 24mm ケース 1.4 から2ぐらい、 KT の 24mm ヘビー 3.5 から 2.9 ぐらいか。はい、2.9 から 3.54 ぐらいの間でございます。結構分厚いな。 KT ミディアム 2.5 から 2.8、 2.4 から2.8 ぐらいでございます。なんかじゃない？ 2.5 から 1.9、 2.4 から 1.9、 2.5 ミリぐらいか。 2.7 から 2.4、2.5 ミリアベレージか。変わんねえか。 KT のライトでございます。 2.1 から 1.6、 2.1 から 1.6、 やっぱり2ミリぐらいですかね、ライトは。なのでグラビティ KT は、ミディアムを 2.5 ミリぐらいの押し込みとしてプラスマイナス 0.5 ミリ、全体で1ミリぐらいのストロークを調整できるような形となっていることが分かりました。グラビティ KT 分解キャップを取り外すことができました。さっきもお話でちょっと出た通り、段差によってストロークを変えているというような形でございます。なのでストロークの違いっていうのはここの段差の違いになるのかなっていうような感じですね。最大と最小でこんぐらいストロークが変わるよっていうような感じでございます。で、中の軸はこんな感じです。こいつがね、独特のスコスコ感持っている形となっています。この軸自体はね、こんだけカチカチいうようなものにはなるんですけれども、ここシリコンが挟まっていたりだとかすることによって消音がなされて独特のスコスコ感が生まれているというような感じでございます。ちなみにケースも簡単に分解してみましたが、ご覧の通りでございます。中身の構造はこんな感じ。スイッチには変更なさそうかな。変更なさそうですね。で、ここの縁 KT の方ががっつりと開いて軸を回せるようになっていると。キャップはご覧の通りです。回せるように円形になっていたりだとかで、基本的な消音とかの構造はだいたい一緒になっているかなというような印象でございます。で、取り付けに関しても記載ございました。取り付けパネルの厚さ 2.5 から 5mm までのものが、つくっていうことなので、もしかしたらパンクワークショップのレバーレス S にもつくかもしれませんね。ボタンのストロークの変え方についてでございます。吸盤がなくても指をこういう形にしてこうするとできるよっていうようなことが書いてありました。やっぱ説明書は読むべきでしたね。では試しにこちらのクワンバグラビティ KT をこちらのケースが搭載されているレバーレスアケコンの移動のところ装着して、もろもろを感触の違いだとか操作のし心地だとかを確かめてみることといたします。移動のキーに対してクワンバのグラビティ KT をつけてみました。はい、こちら横並びで KT 並べてみた形でございます。こっち左からストローク1ライト最短ストロークですね、2ミディアム中間ストローク、3ヘビー最大ストロークという形で並べています。横から見てみるとこんな形でございます。1、2、3でございます。ではこちらグラビティ KS とグラビティ KT のストローク2ミディアム中間ストローク押し心地の違いを確かめていきたいと思います。こちらグラビティ KS。
グラビティ KT の3、ヘビーと KS。KT の1、ライトストローク、一番短いストロークとケース。はい、というところで後日のシュール先輩でございます。しばらく使ってみてのクワンバグラビティ KT について KS との違いをメインにお話をしていきたいと思います。そもそもグラビティシリーズは音を聞いていただいた通り、スコスコの静音な押し心地が特徴となっていて、個人的にはめちゃめちゃ押していて気持ちがいいです。で、押した、重さとかはですね、3話ボタンやパンクワークショップのボタンと比べると比較的重めであるということを前提にお話をしていきたいと思います。今回の KT の最大の特徴となっているストロークを変更できる新機構についてでございます。軸をこう回して変更ができるような形になるんですけれども、こちらミディアムが KS と同じぐらいのストロークとなるので 0.5 ミリほど長くするか短くするかという選択肢がユーザーには与えられていることとなります。私の場合 KS の唯一の弱点としてそのストロークの長さがあるというふうに考えていました。初めて触ったレバーレスがパンクワークショップのミニボックスだったこともあって、パンクワークショップのですねこのストロークが浅めのボタンに手が慣れているということもあるんですけれども、それと比較してケースに関しては少し押し込みが深すぎるなというふうに感じていました。なのでこのライトの短くなったストロークっていうところは非常に嬉しくてですね、今回移動ボタンにこのように装着しましたが、全部このライトのストロークで固定しているような形となります。ケースよりもですねコマンド入力がしやすくて疲れにくいとも感じております。ただ使っていて感じたんですけれども、ストロークライトにするとこうやって完全に押し込んだ時に本当に若干ボタンのヘリが引っかかる感触があります。ここが出っ張ってるんですよね。なのでこれについては気になる人は気になるかもしれないです。でももっとストローク短くなればいいのになとか思ってしまう自分もいます。でヘビーのストロークについてなんですけれども、個人的には指が結構疲れたなという感想を抱いちゃいました。でもヘビーだと結構激しめにコマンド入力とかしてもついてきてくれる感じがします。スピードは劣るけれども安定感があるといった感じです。なので左手を結構激しく動かしながらリズムを取ったりだとか、このストロークじゃないとできないプレイスタイルもあるのかなとか思ったりもしました。続いて打鍵感でございます。打鍵感、音の方向性としてはですねだいたい KS と同じだったかと思います。でもですね KT の方がパチパチ感がボタンにあったなというふうに思いました。なんて言うんでしょうね、スコスコはしているんだけどパチパチ成分が混ざっているみたいな感じですね。
24mm の方が顕著だったと思うんですけれども、なんかこうパチパチ感がボタンにあるんですよね。再度こちら分解したんですけれども、そこのゴムの色、シリコンですかね、そこのシリコンの色が違うことを確認できるかと思います。これがですね、こちら左側青色の方が KT の底にあったシリコン、右側黒色の方が KS の底にあったシリコンでございます。パッと見て分かります通り、ゴムの厚さが若干 KT の方が薄くなっているのが見て取れるかと思います。側面とかペロペロなんす。こっちは割と厚みあるんですけど、多分これが理由でボタンのパチパチ成分が増えていると思われます。で 30mm のボタンの方を横から見比べてみると、こちらのゴムの厚みはそこまで変わりがないのかなというふうに思われます。なので音色の変わり方が 24mm の方が激しかったということが、伺い知れるというわけでございます。一応強調はしておきますけれども、打鍵感の方向性は一緒です。試しに1回3和ボタンこちら鳴らしてみますね。最も一般的な3和ボタンと比較してこんぐらいの差があるのでという感じでございます。あと KS と KT を比較して KT の方が押し切った後に力をかけるとまだ沈み込むような感じがします。ケースを押し込んでみると、ここでぐらつきなくぴったりと止まる感じなんですけれども、 KT の方押すと若干まだ奥行きがあるような感じですね。ボタンをグリグリすると奥まだいけるじゃんみたいな感じでございます。ケースの方が最後まで詰まっているような感じがします。この感触の違いは明確にあるのでお伝えしておきたいと思います。でパンクワークショップのレバーレス S に 24mm のボタンを装着しようとしたんですけれども、結果としてできませんでした。こちらパンクワークショップのレバーレス S、 厚さは 4.5mm で取り付けパネルの厚さ 2.5 から 5mm っていう風に書いてあって、はまるのかなというふうに思っていたんですけれども、実際にはめてみるとこんな感じでございます。この赤色のものですね。天板に固定するための爪がですね、広がりきっていないんですよね。これ自体は他のボタンでも起きる現象で、下からついたら簡単に取れやすいといったような状態にはなってしまうんですけれども、普通ならこれで遊べるんですよ。ただ今回のグラビティ KT に関してはこれボタンが押し込まれたまま戻ってこないんですよね。機構が変わったからなのか分かんないですけど、遊ぶことできないような状態となっています。爪が広がりきらないことによってボタンの中の横幅が詰まって押し込まれたまま離さないような状態になっているような感じですね。なので3和系のボタンの爪が広がりきらない可能性のある天板がついているアケコンに関しては本当に1個だけ試しに買って実験をした方が良いかと思いましたので、ここは注意事項としてお伝えいたします。ちなみにケースはこんな感じで遊ぶことができます。不思議ですね。総合してストロークの長さを調節できる機構を備えた今回のグラビティ KT ですが、今 KS を使っていてそのケースを最高に気に入っているという状態なのであれば、焦って無理に全ボタンを変える必要はないかなと思いました。なぜなら少しだけフィーリングが違うので、おやと思う人がいてもおかしくないと思ったからでございます。ただこれからこのスコスコ音に惹かれて初めて買うような人や、ケースを使っててストロークを少しでも短くしたい、もしくは長くしたいといった明確な野望がある人はこちら KT 試してみる価値があるんじゃないかと思いました。別の言い方をすると、グラビティボタンのこの感触に魅了されていて何かしらの不満を持っている方には明確にお勧めできるかと思います。自分はこのストロークの 0.5mm の差と、とても小さい差ではありますけれども、ストロークが短くなってよかったなと確かに思ったので、何かしらの不満を持っている方は試してみてもいいんじゃないかなというふうに思いました。ということでこのまま継続してこちらの移動ボタンにはグラビティ KT のライトストロークを使って、こちらのレバーレスについては遊んでいきたいかなというふうに思います。以上でございます。この動画が参考になったなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録高評価いただけますと幸いでございます。生配信をですね Twitch、ストロークに関しては YouTube 同時配信していたりしますので、そちらにも遊びに来ていただけると幸いでございます。というところで以上でございます。ではまたお会いいたしましょう。さよなら。